グールズ、やっていこな。確実にホラーとわかる暗さ。行方不明の家族の行方を探すために、暗い屋敷に散らばった体のパーツを集める謎解きホラーらしいで。よくわかんないけどやればわかるよね。それじゃあ、始めます。コンフィグから明るさは最大にしておいたで。それは本当に嬉しい。いきなり投げ出すタイプか。なんかいる？暗すぎてわからんからライト探してくれや。ライターがあったよ。地封じされとるマネキンがおる。マニアックだね。ホラーゲームのマネキンは慣れすぎて怖くはないな。センシティブに見えてくるよね。いや別に。赤ちゃんの声とおもちゃの音？保護してあげよな。お、ライター2つ目。使い切りライトなんかな。ライターの使用時間に制限はないです。一定時間で消えますが、すぐに自動で再点灯します。おっきい。不気味ではあるけど怖くはないな。大きい赤ちゃんは現実にもいるもんだしね。ここまでのはおらんやろ。泣き止んだからよし。言うほどよしか。マネキンと赤ちゃんがいるだけの空間みたいだ。出口がないな。お、なんだろう。ウォーキング系要素が強そうや。玉？化け物の卵かもしれんぞ。出口へ誘導してくれたんだね。何がしたくてボール落としてきたのさ。遊ばれとるな。このちょくちょくライト消えるのいらんと思う。玉に鍵がついてるわけでもないか。赤ちゃんが隠し持ってるとかやろ。飲み込んじゃうから小さいものは持たせないと思う。あの赤ちゃんからしたら大体のものが小さいやろ。おっきい樽が増えてたし持ってたよ。あと乗れた。結局謎やんけ。箱も増えた？それも持つ判定あるんやな。人型の隣にオブジェクトが増えてるってことかな。スタート地点のマネキンのとこにもあるってことか。あるからなんやって話でもあるが。ここはいなくなるのか。あ、でもいかにもここに置けって床がある。そのボタンは何や？押せないからわからぬ。樽はワインでも入ってるのかってくらい動きが重たい。蹴り転がせたら楽なんやけどな。これでオッケーかな。合ってたみたいだ。楽勝やな。はい、ここからが本番の合図やな。少し明るいから見落としとかしないで済みそうだ。地下暗すぎやったもんな。何かある？すまんやったくらいは。新聞か？奥でカパカパしてるやつが気になる。見えんけど頭か？あ、そうなるの？火事にはならなそうやしセーフや。セーフならいいか。タイマーの音が気になるけど先に読めるものを読んでおく。この古い屋敷には壁の間に隠れた過去が漂っています。家の隅々に過去の悲劇の残響を感じます。夜になると部屋をさまよう影が霊の存在を暗示させます。かつてここに住んでいた人たちの声が廊下に響いているようです。誰が書いたメモなんだろう。わからんけど霊が出るってことが分かったからよしやな。触ってないけど近づいたらタイマーが止まった。遊ばれてるな。何か投げられた？おお、またマネキン。何投げられたんや？何だったんだろう。ホラゲーによくある放置された鮮やかな色の料理。灰がたかってるで。食べないから問題ない。いや見えないから問題ないでもある。棺だ。ナンバーロックとは随分ハイテクな棺やな。ゆりかごみたいな音がしてるのは照明か？さすがにノーヒントでは無理やな。一桁ゲット。一桁ずつのパターンなんやな。4桁ロックだろうしせめて3桁は見つけないとね。ちゃんと全部見つけろ。他には何も見当たらないや。進んでいこな。玄関は開かない。それ玄関なんか？玄関マットあったもん。電力が必要。1階はこれで行けるところもうないから2階に行こうね。開かないけど鍵じゃないっぽい部屋。タックルの可能性も考慮しておけ。目もあるけど部屋に吸い込まれそうで怖い。閉じ込められるのはわかるけど吸い込まれるのはめったにないやろ。図書室で古い日記を見つけました。書かれた文章からここで起こった真実が見えてきます。この家の壁には愛、裏切り、殺人の暗い物語が幽霊のように残されている。日記を読んでいるうちにこの場所がかつて幸せな家族の家であったにもかかわらず不穏な存在の気配を感じ始めてしまいました。そんな話を聞いている間に2桁目を発見したよ。通常サイズの赤ちゃんもおったで。アイテムはあるかな？おお、なんか数字がある。ギリ見える。2549ね。覚えておこう。なんもない棺行こか。いや、なんか箱あるよ。なんも見えなくて草。プレイヤーとしてはギリギリ見えるから許す。覚えたばかりの数字だね。余裕。
腕か？手だね。燃やしたやつと合わせて2つ目やな。赤ちゃんが消えた。現実なら大事件やな。保護者の方？マネキンの方や。階段登って右の廊下。さっきの部屋と反対方向や。開いてたから入ったけど何の部屋かわからぬ。ランドリーやろ。ランドリーにあんな大きなナタ置いてるもの？ホラーやから置いてても普通や。ここで使うための武器だったんだ。行き詰まってから探すようなルートじゃないのは珍しいな。水の音が聞こえる。シャワー中か？電気生み出せそうなアイテムあるけど取れないや。他に行ける場所ないしどんどん進んだれ。開けちゃっていいんです。うわお、大胆。はよ特攻しろ。開いたってことは近づいていいってことだもんね。恥ずかしくて潜っちゃうやつ？違うやろ。黒い水だね。何年も放置してたら風呂水こうなるんかな。試すならあかねちゃんの家でよろしく。棺に使うであろう3桁目ゲット。あと1桁で終わるのマジ？雰囲気ウォーキングで終わりそうだね。赤ちゃんかマネキン倒させろ。おお、スケアだ。ライターが激しく揺れるのは仕様みたい。もっとビビれ。別の部屋に進む時って覚悟を決めてるからな。爆音だったら体が勝手にビクつくんだけどね。爆音だったらそこでやめるのが正解やぞ。ハサミが必要みたいだけど、これまでの部屋になかったし、この部屋内にあるかな。調べられるマーク出てるしあれやろ。明らかに体パーツじゃん。まあ一歩進んだな。あ、判定ある。目元か体のパーツみたいに遠くても判定が見えるやつとの違いは何なんやろうな。何を手にしたかは分かってないけど、これが使えそうな場所が電気生み出すやつのとこしか思いつかない。風呂上がりか？頭を振って乾かすの犬みたいだね。10秒長押ししたら燃料充填完了したみたい。燃料やったんやな。で、ここが開くと1階の奥やな。完全に秘密の個室。謎の空間なのは確かや。ハサミゲット。マネキンも消えたな。もしかして入手したか？ティッシュがある。あってもええやろ。3桁も分かってるし、これ開けると思うからやってみる。これでエンディングに行ってもちゃんとやり直すんやぞ。今はダメみたいだ。ちゃんとしとるゲームでええな。何個のパーツが必要なんだろうね。あれ、風呂上がりマネキンがいない。着替えてるのかもな。のぼせちゃったのかな。もっとビビれ。ちょっと人間味を感じ始めてるから怖くなくて。人間味がある方が怖いやろ。喋らないなら別に。さて行くぞ。おお、最近ユニティでよく見るやつ。ライターがちょくちょく消えるのは仕様や。うねうねしてる。ちょっと可愛いな。どういうことです？サンドバッグくんの死の波動でマネキンがバラバラにされたか？うねうねしてたから何かの技だった可能性はあるね。キッチンで忘れ去られたレシピ本を偶然見つけました。そのレシピ本の中には料理だけでなく、この家で起きた不可解な失踪事件や殺人事件の痕跡も記されていた。本を読み進めるうちに、ここで起きたことは単なる偶然ではないと感じていき、今もなお闇の力がここに残っている気さえしてきました。闇の力使ってきそうな人が開けてくれたよ。サンドバッグくんのも闇の力やったんかな。また近い気か？そういやスタート地点が近やったけど、どこから入ったんやろな。言われてみれば謎だね。クリアまでにわかるとええな。わからなくても問題ないけどね。まっすぐでいいか？開いたりはしないか？当然しないよ。中も見えんし戻ろか。一応見えはしたよ。久しぶりのベイビーじゃん。自由に動き回ってるんかこいつ。何の音？耐えるなビビれ。部屋入ってすぐは大丈夫なんだよ。これは棺のやつだね。もう開けたからいらんな。砂嵐見せる意味ってあるのかな？泣き止むとかか？この家のリビングで古い鏡を見つけました。その鏡を見つめると、かつてここに住んでいた人々の顔が映っているように感じます。しかし見慣れない顔もいくつかあり、それらはこの場所に古くから残る痕跡の一部かもしれません。鏡を見るたびに何かが後ろから私を見ているように感じるのですが、振り返ると何もありません。リビングに鏡なんてあったか？わからないけど調べられた覚えはない。消える演出いるか？メモを読んでいる間に赤ちゃんの横にあった斧は取得したよ。うちはあれで赤ちゃんを攻撃するのが正解やと思ってるで。本気で詰まったらその案に乗るよ。
休止。謎やな。受信法でナンバーロック打つとかかな。ありそうで困る。水を抜くパターンでもないか。2階のは黒かったけど、こっちは緑やな。多種多様な汚水を取り揃えてるね。7B。 どこで使うものなんやこれ。多分だけど、この部屋にあるこの金庫を開けるためのこれに使うやつだと思う。アルファベット打てないのにどうするんやこれ。アルファベットは順番を示してるだけなのかもね。 B と C があるなら A と D もあると見た。謎解きマンの発想やでそれ。金庫の中にはここで使えるバルブが入ってるんだろうね。先読み能力鍛えすぎや。数字見当たらないけど上の階に増えてるとかかな。しまっとるやんけ。そこで見えるらしいです。どこや。眩しくて見えない。からかってるんよな。見えないんやな。コンフィグの設定を暗くしたら見えるかな。深い闇しか見えんぞ。見えんわ。まあしゃあない。残りの2桁はそう当たりすりゃええわ。ちなみに 3D って書いてあるみたいです。何か手順を間違えてるから見えんのかな。はよ行け。よくわからなかったけど解けたからよし。解き方が合ってたのかすらわからんで。で、予想通りバルブゲット。金庫にしまうようなものか。回したらどうなるかによるでしょう。秘密の部屋が現れるかもよ。鍵みたいなもんなら金庫に入れるのは当たり前やな。歩いてたんじゃなくてテレポートしてたのか。また大きくなってたな。何体もいるのかそういう能力なのか気になるところだ。些細な抵抗。開けなくする力あるはずなのに椅子で抵抗するの謎やな。あ、ほんとだ。これ扉を開く前から書いてあったか。お、これはやっと斧の出番やな。やったぜ。まだあるんだ。思ったより分厚いし数も多いな。木こりの気分だ。30秒斧を振り続けたから腕パンパンやろな。襲われた時の自衛のための体力は残しててほしい。全然つかんなこのライター。ついたから問題ない。ちなみに斧とライターの両手持ちは不可能。斧は重いからな。回避不可のシンボルエンカウントみたい。そのまま突っ込むんか。とにかく進むのが正解なホラーゲームっぽいもん。せめて斧は持つべきやったと思うで。ここじゃないならパーツの納品するのかな。何も起こらないや。閉まってる扉は2階のと玄関だけやで。どこかで鍵を見逃したかな。地下でバルブを使った時に赤ちゃんが現れたのを見届けて部屋を出たけど、バルブで何が起こったのかは分かってないのが気になるで。それだ、行こう。水を抜くバルブだったのか。本当に単純な見逃しやったな。残りはここか玄関だけや。この扉は鍵がいらないボヨン感あったんだけどな。また鍵探し。部屋内で住むならええけどどうやろ。ベッド脇に判定が見えた。ソファー横にも何かあったで。何これ。触る前にアイテム名出てたと思うけど何やった。不具合で直前にチェックしたものの名前が表示されるからドアだよ。ならソファー横の調べるときにわかるな。その場合もドアって出るよ。庭で古い墓石を見つけました。文字は風化していましたが、それでもまだ読めます。誰の墓なのかはわかりませんが、夜になるとその墓の周りをさまよう誰かの気配を感じます。不気味なのは、墓石のすぐそばにある木々の影が、その存在を強調しているように見えることです。おっきい赤ちゃんに近づいたら、闇に包まれたで。敵なんだろうけど何がしたいのかと何をしてあげればいいのかが未だにわからない。わからないけど進めるからいっか。腕か足です。取る時の名前がボーンフットになってたけど、名称の不具合があるんじゃなかったの。ない時はないです。おう、やるじゃん。いいね。予想してなかったからよかったな。もうやること完全に終わった気分だったから気を抜いてたよ。新たなパーツを手に入れたから納品しに行こう。なんや。攻撃の正体がつかめないのはスルーしちゃうよ。お、しまった。集めるのが目的なのは知ってたけど、閉めてどうするんや。儀式でも行う。ほい。チェックを長押ししてたら燃えた。いやまあ多分正解なんやろうけど豪快に燃えるな。マネキンで道ができてる。火を放置して逃げるクズ主人公になるでこれ。いやこれはもう出て行ってくださいって感じなのかもしれないよ。赤ちゃんがいる家を燃やして逃げることになるんやな。シナリオ全然分かってないけど、
あの赤ちゃんってモンスター的なやつではないの？わからんから普通の赤ちゃんと認識しておくで。あ、終わりみたいだ。割と消化不良なんやな。パスコード系の謎解きもスケアもあったけど、ウォーキング系やった時と同じ感覚したよ。ウォーキングホラーって考えれば消化不良感はないな。シナリオがもう少しわかるともっと楽しかったかも。まあ話がよくわからないのはスチームではよくあることや。今回のゲームは両ゲーでしたね。ほら次もいいホラーゲームを期待しててくれや。待ってる。それじゃ今回はここまでや。また次もホラーで会おうな。バイバイ。